はい、こんにちは。グリプトです。本日も仮想通貨、ブロックチェーン界隈のポジネガーファンダー、チャートなどをまとめてみていきたいと思います。ビットコインの価格は現在、ちょうど10万ドルあたりを推移しております。発表された指標の方では、ACPI、PPI、インドネシアの政策金利、米 CPI、米ニューヨーク連銀製造業景気指数などがありました。米 CPI のコアと米ニューヨーク連銀製造業景気指数が予想以下となっていることと、上田日銀総裁の発言の影響もあってかですね、ドル円は155円台まで下落してまして、米10年債利回りも急落してます。米株、金、ビットコインは共に上昇となってまして、ビットコインは10万ドル突破となってます。でまた、米国の ETF 関連では、ビットワイズの仮想通貨インデックス、BITW の ETF への転換可否が延期となってます。45日間延期なんで、次回は3月3日とされてます。あとはバンエックがオンチェーンエコノミー ETF の N1A フォームを申請してます。これはデジタル資産企業、デジタル資産商品へ投資する ETF とされてます。こちらも今後承認となるのか注目ですね。あと昨日の ETF のフローは現時点では全体でプラス 7.2 億ドルの流入となってます。ここ数日の流出を帳消しするような流入ですね。あとはブラックロック待ちとなってます。香港はゼロとなってますね。ビットコインの先物の方では OI は全体でプラス 4.0%、額としては632億ドル相当、比率として全体ではショートが 51.2%、バイナスミはショートが 53.6% と下寄りになっています。今後の指標としては、本日1月16日にポーランドの中銀政策金利、オーストラリアの雇用統計、米小売、米フィラデルフィア連銀景況指数、1月17日に中国の実質 GDP、中国英小売、米住宅着工件数、1月20日が米市場休場となっています。他各所の見解ではですね、トランプ大統領就任後の SEC の刷新で仮想通貨市場が変わるとか、あとは2025年にビットコインは30万ドル突破するとか、あと他ではマイケル・セイラー氏がマイクロストラテジーの優先株はビットコインの 1.5 倍のリターンを目指すと発言したことなどが話題になっています。仮想通貨関連株は市場全体とともにまた軒並み上昇してますね。そしてオンラインチャン企画ですね。昨日の私の予想では、この展開になると10万ドルの攻防が米小売前なのか、20日の米大統領就任式前になるのかが焦点になりそうだと。少なくともあと1日は上が優勢になるんじゃないかということで、1月16日、AM6 時点のビットコインは昨日の97,185ドルよりも上という予想でした。結果としては各指標発表後ですね、米ドル、米金利下落からの米株とともに続伸して10万ドル突破。そして判定時刻の1月16日、AM6 時点のビットコインは 99,566 ドルということで、昨日の 97,185 ドルよりも上なんであたりです。はい、続いて明日の予想ですね。ビットコイン単体で見たら10万ドルでまた弾かれるのか、就任式前まで上がり続けるのかが注目されていると思いますけど、市場全体としては金利の上下に素直に反応する通常運転に戻っている状態なのかなと思います。需要指標の米小売も控えてるんで、結果次第ではまた米株とともに下がる可能性もある。金利も下がりすぎてる気もしますし、調整あるとしたらこのタイミングかなと思ったんで、金利発発からの米株とともに再度調整にしたいと思います。なので1月17日 AM6 時点のビットコインは現在の 99,935 ドルよりも下、これでいきたいと思います。指標としては本日22時半に米小売、米フィラデルフィア連銀景況指数が控えております。それらの時間帯にどのように動くのか注目ですね。あとはイーサーですね。イーサーの価格は現在3390ドル、BTC 建ては 0.0339 と。先物の方では OI は全体でプラス 4.72%、額としては288億ドル相当。比率として全体ではショートが 53.0%、バイナスミはロングが 77.4% と下寄りになっています。昨日の ETF のフローは現時点では全体でプラス 0.39 億ドル、香港はゼロとなっています。ビットコインが10万ドル突破する中はですね、OI も増加して BTC 建ても上がってますけども、チャートだけ見たら抵抗はまだ超えられてない状態です。この BTC 建ても短期で抜けてもですね、対局は変わらないという状況が続いてるんで、やっぱり ETF 方面での逆転のファンダが出ない限りは厳しいのかなと思います。イーサが市場を牽引する日が来るのか注目ですね。あとその他の動向では、まず米国方面では米国8州のブロックチェーン協会が統合、北米ブロックチェーン協会 NABA が新たに立ち上がっています。これは米政府に統一の暗号資産政策の提言を行うことを目的とした組織とされてまして、これもトランプ政権誕生に向けての動きと見られています。あとはデジタル資産小委員会の会員副委員長にトム・エマー氏が任命されています。
トム・エマ氏も以前からですね、仮想通貨派の議員としてよく名前が挙がってた人物ですね。委員会を通じての改革が期待されています。あとトランプ関連では DeFi プロジェクトのワールドリバティフィナンシャルが6000万ドル相当のイーサをコインベースに送金したのが観測されています。で、ワールドリバティフィナンシャル側はですね、経費の支払いや運転資金の対応の一環として定期的に移動しているだけだと、販売しているわけではなくて、単に資産を再配分しているだけですと X に投稿してるんですけども、界隈ではですね、その取引所に送金するイコール売るという認識なんで、リプを見る限りでは不信感が出てしまっている状況なのかなと思います。こちらもトランプ政権誕生後ですね、ワールドリバティフィナンシャルのイメージが回復するのか注目ですね。あと裁判関連では、米政府がビットフィネックスハッキング事件で流出したビットコインは現物で返還されるべきだと主張してたり、ビットメックスが銀行秘密法違反で追加で1億ドルの罰金を課せられたことなどが注目されています。で、このビットメックスは2015年から2020年にかけての銀行秘密法違反で過去に1億1000万ドルの罰金支払いに同意してたんですけども、それでは不十分ということで、今回裁判所から追加で1億ドルの支払いが命令されたとのことです。あとその他の国では、ドイツのシュトゥットガルト証券取引所が仮想通貨の取引量が約3倍になったと発表しています。2024年の取引量が前年の3倍、過去最高を更新と、総収益の 25% を占めるようになったと報告されています。米国の ETF 取引開始が要因とされてますね。あとタイの方では、タイの SEC がビットコイン ETF の承認を検討しているという報道が出てたりですね。あとはポリマーケットの禁止が提案されてたりしているのが話題になってます。ポリマーケットを禁止にする動き、各国で増えてきてますけども、今現在流行っているプラットフォームがですね、また規制されてしまうんでしょうかね。あと韓国の方では新たな仮想通貨規制法が2025年後半に導入予定とされています。内容としては取引所とステーブルに関する規制とされてますけども、韓国はですね、税法も毎回延期になっているイメージがあるんで、今回予定通り進むのか注目ですね。あとアルト関連では XRP が約7年ぶりに3ドルを突破したのが話題になっています。日本円では500円まで上がってましたね。要因としては XRP ETF 承認への期待と、リップル vs SEC 裁判でもしかしたらですね SEC 側が控訴しないんじゃないかという期待もあって上がってたんですけど、先ほど SEC が控訴したという情報が出てまた調整に入ってますね。XRP の価格現在 3.06 ドル、時価総額は3位ですね。今までの経緯を知ってる子さんからしたら、アルトの傾向からいろんな意味でですね、こんなことあるんだってくらいの大逆転になってますけど、今回のバブルで1000円到達できるのか注目ですね。あとはソニウムの続報ですね。昨日 IP 侵害のミームコインをバンするという対応からですね、世界的に炎上してましたけど、その後ソニウムの対応を称賛するような意見も出てまして、ビタリックとかも X でですね、ソニウムの状況はイーサリアム L2 の立ち上げが企業とユーザーにとっていかに素晴らしいかを示すいい実例ですと。企業はどの程度の制御権を自社に保持し、どの程度ユーザーに与えるかについて非常にきめ細かい選択を行うことができますと。しかしどのようなルールを選んだとしてもそれがルールです。すべてがオンチェーンで透明性があり、第三者による監査が可能です。シーケンサーはスロットルできますが検問できません。これはソニーが実際に行ったことですと。いい事例として投稿しています。で、これ昨日私初めて知ったんですけど、L2 ってL2 上で取引できなくしたとしても L1 から強制的にトランザクション通して取引できるみたいなんですね。だから昨日の時点ではソニームがミームをブラックリスト入りして特定のトークンを取引できなくすることによってユーザーの資金が幽閉されていると、これどうするんだという議論が出てたんですけど、 L1 から救助できるというこの話が出て、そこの懸念点が解消された形になってます。ただまだ一つ問題ありますよね。結局この手動監査いつまでやるのって話で、世界中からやってくるミーム発行者に対してソニウム運営がですね、ずっとここにリソース割き続けるのかと、ここをね個人的にはどうするんだろうなと思ってます。私としては一発訴訟した方が抑止力につながるんじゃないのかなと思ってるんですけど、ここで急にねその既存の法律に頼る方向で、ソニウムはねどうするんでしょうかね。そしてアスターはどうなるのか、ここの進捗に注目ですね。あとはコインベースがベースチェーンのミーム都市を上場ロードマップに追加したことを発表しています。この発表から都市も上がってますね。一時プラス 100% 以上上がってます。現在時価総額は513位ですね。これも1年くらい前のミームコイン上昇率ランキングで取り上げた記憶ありますけど、まさか本当にねコインベースに上場するとは思ってもなかったですね。こちらも再度 AT 値更新できるのか注目ですね。今日はこのところですが、何かありましたらコメントいただけるとありがたいです。よければチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。